次のコメントを読んでみます。アニメーション業界で働いている友人がいます。彼もアニメーションの違法視聴に苦労しています。海外のアニメ配信サイトを日本のアニメ会社が立ち上げましたが、残念ながら 88% の人がプラットフォームサイトを利用する月額料金を支払うことを嫌って YouTube やデイリーモーションなどの映画の字幕に見える違法動画を見ているようです。この問題を解決するためには海外でも漫画やアニメを制作する人が多くなったし、その国の人々が漫画やアニメはタダで見るのではなく、これはビジネスだなということを認知させるしかないと思います。とても嬉しいです。ディレクターさんはこの内容どうですか？私もこの言葉に完全に同意します。そうです。こんな考えをされるというのが本当にかっこよいです。私も同じ考えで同意します。アニメ界にいらっしゃるお友達の話をしましたが、うちのチャンネルにはできるだけ漫画の話だけして、アニメ、ドラマ、映画については話していません。そこで学んでインスピレーションを得たことはお話していますが、できる限りしない方向にしています。なぜか私がアニメ、ドラマ、映画をよく知っているはずがありません。32年間漫画を描いて、2つの国で多彩に漫画を描きながら研究し、悩み、数多くの討論と論争をして本も出したけど、まだ私はわからないことがとても多いです。だから当然ドラマ、アニメ、映画は知らぬが仏です。皆さんが私にたくさん教えてください。こうやって私たちの動画をご覧になってアニメーションの方にインスピレーションを得て話してくださった方がとても嬉しいです。アニメについては分からなくて私が判断するのは大変ですが、世界各国のアニメが発達するとプラットフォームが発達するだろうし、著作権ももっと守られるようになるんです。ここでまた重要なことがあります。どんな兵も皆を防ぐことはできません。この兵に対する比喩は私が1990年代後半に思いついたことですが、その時インターネットというものが発達して P2P とかもたくさん出るし、多くの人々が漫画やコンテンツを不法に見ながらコピーリフト運動がありました。不法と見るのが権利だというような運動がありました。例えば今の YouTube のように無料で提供するものです。今そのコピーレフト運動の残骸が残っているのです。あの頃は漫画はお金を払って買わなければならない、漫画は正しい方法でビジネスが成り立たなければならない、著作権違反は取り締まるべきだ。こんな話をしたら当時は多くの人が嘲笑ったり非難したりしていました。何人かの人たちはどうせ止められないだろう、私たちが著作権を侵害する技術を君たちは絶対に止められない、だから著作権を守らせようとするどんな努力も意味がない、どうせ全部開けられると話しました。その時私が思ったのが塀の例えでした。実際にはどんな塀も全ての人を徹底的に止めることはできません。塀というのは5メートルの高さに積んでも5メートルはしごを持ってきた人がいれば越えます。5メートル以上のロープを投げても越えることができるでしょう。20メートルの塀も越えられます。越えようと覚悟をしたなら誰かは越えるのになぜ塀が存在するのでしょうか。特に日本の塀は塀がなかったり、レンガを 1,2 個ほど積んだり、膝くらいの高さの塀もあります。これは子供でも越えることができます。一体日本のあの低い塀の意味は何でしょうか。境界線を認識させるのではないでしょうか。ディレクターさん、何ですか？私の考えが見えますか？来月あたりにディレクター1チャンネルができるのではないですか？ディレクターさん、正確な正解です。塀の意味は絶対に越えられないようにするのではなく、越えてはいけないということを人たちに認識させるんです。今まで私が塀の比喩をお話したことがないんですが、こういうふうに表現しました。海賊版を取り締まらなければならない。しかし取り締まりは確かな解決策ではない。取り締まりを必ずしながら良いサービスを提供し、その国の文化コンテンツの発展のために努力することに投資するのが良い方法だ。これを逆に言うと、
良いプラットフォームとその国の漫画の発展のための努力さえあれば取り締まりはいらないんじゃないかと思われるかもしれませんが、そうではありません。取り締まりとは塀のようなものです。誰かが必ず乗り越える。泥棒が必ず存在するように、誰かがその壁を乗り越えようとします。その中に甘くていいものがあるので。でも皆さん、人々はある時点からほとんど、それがどんなに越えやすい塀でも、塀がレンガ一つでなくても越えようとしません。それが人間です。人間だからです。だから何の心配もしないでください。ある時点まで到達することが重要なのです。相変わらず泥棒はいます。絶対に全部止められません。しかし私たち人間のほとんどはその規則を守ってくれます。そして何よりお金を出すのがもっと面白いです。ここで重要なのは、お金を出す価値があるものを作らないといけません。その資格を作るために私たちが骨を削る努力をして、私たちがあいうおうと書くネームを毎日50ページ練習をしています。私たちがこんな苦労をして、読者たちは私たちを批判して毒舌できることを受け入れながらしたが、誰かは塀を越えます。それも社会の姿ですからね。でもほとんどは越えないようにしますよね。その時点が来たるべきです。次の意見を見てみましょう。あなたの芸術とコンテンツ感覚を愛しています。ナポリのコミックコンでお会いできるのを楽しみにしています。私も期待しています。コミックコンの関係者の方がものすごい量のサインをしてくれるかと聞かれて、ものすごい量のサインをすると言いました。私の計算通りなら1日に5時間以上サインだけしなければなりません。それでも私がやると言いました。私を探してください。喜んでサインさせていただきます。このチャンネルはより多くの認定を受ける資格があり、私は漫画家になりたいです。本当に名門ですね。私のおでこにボイチのチャンネルはより多くの認定を受けるに値する、ぜひ漫画家になってくださいと書いておきたいですね。十分な努力をした場合に漫画家になれる世の中になってほしいです。国籍を問わず、その人の経済的な状況に関係なく、自分の国の経済の状況にかかわらず漫画家になれる世の中になってほしいです。世の中のすべての漫画家志望生、頑張ってください。ありがとうございます。